今日はね、上手い人の中にいると上手くなるというですね、話をしたいと思います。でもこれね、何でもそうだと思うよ。皆さん母国語っていうのがありますよね。なんで話せるのって言ったらですね、周りの人が話してるからなんですね。で、周りの人が話してるとなんで話せるようになるかっていうと、その状況を見て、こういう時はこういう言葉を使うんだなっていうのを、子供の頃っていうかもう本当赤ちゃんの時から、幼児にかけてちょっとずつね、覚えていくんです。要するに状況ですよ。こういう時は、ありがとうって言うんだな、ごめんねって言うんだな、こういう時はお父さんお母さんって言うんだなっていう風にこうちょっとずつですね、幼児の頃から、語彙力っていうのかな、単語を増やしていって、大人になってですね、難しい言葉、オタク用語ね、推しとかいうのもですね、僕も最近ですよ、なんか推しとかさ、知らんけどさ、ね、そういうのもね、ある言語形態っていうかさ、みんなが使ってるから自分も使うようになった。それを使うと相手にうまく伝わるから使ってる。そんなのを皆さんもうね、無意識レベルでほとんどそんなこと自覚もなく、言葉でもうやってますよね。絵の習得全く同じなんですよ。個性のあるなしとかさ、その言葉遣いで個性的だなとかさ、あんまないでしょ。それなのになぜか絵となるとですね、個性が大事、オリジナリティが大事。言葉にオリジナリティとか個性とかってある。多少その作家さんというかですね、物書きやってる方、ライターの方とか、そういう世界にはですね、その人独特の文体っていうのはあるでしょうけれど、なんかそれよりも大事なこといっぱいあるよね。例えば何を伝えたいかとか、表現の仕方、言い方、タイミングとかね。絵も全く同じなんかね、皆さんね、絵が上手くなるって考えちゃうから、何か難しいというか厄介な沼にはまってしまうのですよ。ほとんどですね、絵の習得っていうのは言語の習得と、あとスポーツの習得とほとんど同じだと思ってください。身体的であって、習慣的であるということですね。あと文化的である。文化っていうのはその自分の置かれている環境状況ですよね。によってかなり左右されるですよ。ただ上手いやつらの中に行けば上手くなるんですよ。逆に言うとですね、周りが全然絵描いてない中でですね、孤軍奮闘なかなかのレベルまで上がってる人って本当にすごいなと思います。よく自分一人でそこまで上手くなりましたねっていう風に逆に思いますよね。やっぱりね、ある程度やる気がある人たちが集まってるところっていうのはめちゃくちゃね、いろんな意味でね、いろんなパターンをね、もう他の人が別の人生をやってくれてるんで、すごい参考になるんだよね。あとね、上手い人の中にいるといい理由としてはですね、これなかなか辛い側面でもあるんですが、常識がずれる。それは下手な自分が辛いっていう状態になります自分がですね、20人の絵描きの中でビリッケツか2番目ぐらいの人間だと思ってください。なかなか辛いっすよそうするといい感じにトラウマになるのでいい感じに自分下手くそだなっていうのを身に染みて知ることとなるので、一生ですね、思い上がることがなくなるんですよ。これ以上上手い人いないよねっていうてっぺんを知っておけば、あの人よりはまだ俺下手だなって思えるんで、全然傲慢にならずにですね、ずっと上手くなることができるよ。何かって言ったらですね、コンフォートゾーンをずらすっていうね、いわゆる要するに快適ゾーンっていうね、コンフォートと快適ゾーンっていうね、慣れてるからこそそれをとりあえず快適と感じて、これでいいんだ、快適なんだとね、まず信じ込む、思い込ませるっていうね状態なんですけど、周りにですね、すげえ絵うまいやつがいると、なんか楽しそうにしてやがんなあいつみたいなってなるとですよ、途端にですね、今の自分の生活がですね、あるいは自分の絵がですね、すごい惨めにつまんないものに、感じてしまうんですよ。で、悔しいって思いますよね。これ誰でも人っていうのはそういうもんなんですよ。今与えられてるものだけしか知らなければ幸せなんですよ。絵も全く同じで、自分の絵に今皆さん慣れてんですよね。次にですね、この慣れから脱却するっていうのかなっていうのがね、怖いんですよ。だから自分の絵にですね、とてつもなく違和感と不快感を感じるためには、凄まじく高いレベルを1回や2回ですね、通過しない限りですね、多分皆さん今のでいいやって心のどっかって思っちゃうんですよね。でもそうしてる間にはですね、
劇的な成長ってないんですよ。成長もないけど傷つきもしないんだけどね。やっぱね、傷つかないと強くなんないんですよ。筋肉ってさ、こう筋トレっていうのは自分の筋繊維をある程度傷つけて負荷を加えることによって大きくするじゃないですか。ただしこれは心身が健康な人に限るかな。はい、心身が不健康な状態でそういうところに突っ込むとですね、もっとなんかメンタル病んで自滅してしまうので、ある程度健康な心身を持って上手い人の中に飛び込むというのがですね、大事かなと思います。